新型コロナウイルスのワクチンや感染が私たちの体にどんな影響を及ぼすのか、今も本当にいろんな研究が続いています。そんな中、最近ある科学論文がですね、ワクチンや感染とがんとの間にもしかしたら何か関係があるかもしれないと指摘していて、科学界で大きな注目を集めているんです。今回はこの論文が一体何を明らかにしようとしているのか、その中身を一緒にじっくりと見ていきましょう。この論文が投げかけるまさに革新的な問いがこれです。新型コロナワクチン接種や感染とがんの発生とか進行って本当に関係があるんだろうか。これやっぱり皆さん気になりますよね。この疑問に科学的なデータは今どこまで迫ることができているのか、その最前線も探っていきたいと思います。今回はですね、この5つのステップで進めていきます。まずは小さな「ん?」っていう気づき、つまりシグナルから始まって、だんだん大きな視点へ、そしてその裏にあるかもしれないメカニズムへと順を追ってこの複雑なテーマを解き明かしていきましょう。まずそもそも、なんで今こんな疑問が出てきたのか、その背景から見ていきましょう。世界中の何十億っていう人が、ほぼ同じタイミングで同じワクチンを打って、同じウイルスに感染した。これって人類の歴史上、本当に前例のないことなんですよね。だからこそ、科学者たちにとっては、これまででは考えられなかった規模で、人体の反応を観察できる、とてつもなく貴重なデータが生まれたということなんです。そこで今回取り上げる論文は、世界中から集まってきたその膨大な報告を一つ一つ丁寧に拾い集めるっていうアプローチを取ったんですね。世界中のドクターとか研究者から報告されたこんなケースがありましたよっていう個別の報告を集めて、それを俯瞰して眺めた時に何か共通のパターン、つまりシグナルみたいなものが見えてこないか、それを探ったわけです。では、論文がまず注目したその初期シグナルっていうのを見ていきましょうか。これ、言うなれば世界中の医療現場からのあれっていう最初の気づきの声なんですよ。ワクチンを打った後とか感染した後に、なんか今までとちょっと違うがんの症例を経験したぞっていうお医者さんたちからの個別の報告、すべてはここから始まったんですね。で、その気づきの声、決して少なくなかったんです。論文がレビューしたのは、なんと27カ国から集まった69の論文で、患者さんの数は333人にも上るんですね。これって、この現象がどこか特定の国とか地域だけの話じゃなくて、もしかしたら世界中で同時に観察されてたのかもしれないということを示唆しています。報告されたケースで使われたワクチンの種類を見ると、ファイザーとモデルナ、つまり mRNA ワクチンが合わせて8割以上を占めています。ただ、ここで大事なのは、これが mRNA ワクチンが特に危ないってことを直接意味するわけじゃないっていう点です。単純に世界で一番多くの人が打ったのがこれらのワクチンだったから、報告の数もそれに比例して多くなってると論文は指摘してるんですね。この点はすごく重要なので、ぜひ覚えておいてください。ここでこれらの報告がどういう性質のものなのか、非常に重要なポイントを押さえておきましょう。こういう個別の症例報告って、例えるなら森の中で遠くに煙が上がっているのを見つけるようなものなんです。あれ、火事かもしれないっていう仮説を立てるすごく大事なきっかけにはなるんですけど、煙が見えただけじゃ本当に火事なのか、原因は何なのかまではわからないですよね。あくまで何かあるかもしれないぞという最初の気づき、科学的な調査のスタート地点だということです。じゃあ、具体的にどんな報告があったのかちょっと見てみましょう。このスライドには、リンパ腫と肉腫っていう2種類のがんの例が示されています。まあ、専門的な医学画像なので、細かいところを読み解く必要は全くありません。大事なのは、例えば左側の画像。これは腕にワクチンを打った後、そのすぐ近くの脇の下のリンパ節にがんが見つかったっていう報告だという点なんです。この打った場所との近さとか、打った直後っていう時間的な近さが、研究者たちに、これって単なる偶然なのかなと考えさせるきっかけになったわけですね。しかも報告されているがんの種類は一つじゃないんです。このスライドが示しているように、膵臓がんとか、皮膚がんの一種であるメラノーマとか、本当にいろんな種類にわたっています。例えば右の画像も、ワクチンを打った後に、脇の下のリンパ節で見つかった転移性のメラノーマの例ですね。こんな風に、いろんな種類のがんで似たような報告が次々と上がってきたことが、これは特定のがんだけの話じゃないのかもしれない、と研究者たちが考える一因になったんです。これはリンパ腫のケースをまとめた表の一部ですね。いろんな情報が並んでますが、ちょっと注目してほしいのが、真ん中あたりにあるワクチンからの期間という項目です。見てください。1日後、2日後、7日後みたいに、ワクチンを接種してからものすごく短い期間でがんが見つかっているケースが報告されているのがわかりますよね。この時間的なあまりの近さが何か関係があるんじゃないかという疑問を強くさせた大きな理由なんです。さて、ここまでは一人一人の患者さんのケース、いわば木を一本一本見てきました。でも科学が本当に知りたいのは森全体で何が起きているのかですよね。ここからはガラッと視点を変えて、何百万人っていう人々を対象にした大きなデータ、つまり森の視点からこのシグナルが本物なのかどうかを探っていきます。
論文では3つのものすごく大規模な集団研究が分析されています。韓国で約840万人、イタリアで約30万人、そして米軍では約130万人。これだけたくさんの人を対象にすることで、個人の体験談だけでは見えてこない統計的な傾向、つまり社会全体でのほんのわずかな変化を捉えることができるかもしれないんです。こちらが米軍のデータで、これは非常に興味深い傾向を示しています。このグラフは、ある特定のリンパ種の発生率がどう変わっていったかというものですね。線がたくさんあって分かりにくいかもしれませんが、一番上のオレンジ色の実線に注目してください。2020年まではずっと減る傾向にあった発生率が2021年以降、つまりワクチン接種が広く行われた後からぐっと上昇に転じているのが見て取れると思います。ただし、ここで絶対に誤解してほしくないものすごく重要な注意点があります。論文を書いた著者自身が強く強調しているように、このグラフはあくまで関連性を示しているだけであって、ワクチンががんを引き起こしたという因果関係を証明するものでは決してありません。つまり、2つの出来事がたまたま同じ時期に起きたからといって、一方がもう一方の原因とは限らないということですね。例えば、パンデミックで病院に行くのを控えてた人が一斉に受診したことで発見が増えただけかもしれないとか、他にいろんな要因が隠れている可能性がたくさんあるわけです。さて、統計的な関連の可能性が見えてきたところで、じゃあ次の疑問が浮かびますよね。もしも本当に関連があるとしたら、一体体の中で何が起きてるんだろうと。ここからは、どうやっての部分、つまり科学的に考えられるメカニズムの仮説について探っていきたいと思います。論文が提示している科学的な仮説は主にこの3つです。1つ目が、ワクチンへの反応で免疫がちょっと混乱しちゃうんじゃないかという免疫調節不全。2つ目が、スパイクタンパク質そのものが体に何か影響を与えているんじゃないかという話。そして3つ目が、ワクチンを作る過程でごく微量に残ってしまうかもしれない DNA 汚染物質の影響です。一つずつ見ていきましょう。最初の免疫調節不全仮説。これを例えるならこんな感じです。僕たちの体には普段、がん細胞の芽を摘み取ってくれるパトロール体、つまり免疫細胞がいますよね。でも、ワクチンを打つと、このパトロール体が、ワクチンっていう大きな敵が来たぞって、そっちに戦力を集中しすぎちゃって、一時的に他の場所の警戒が手薄になってしまう。その隙にもともと隠れていた小さながん細胞が今だとばかりに勢いを増してしまうんじゃないかという、そういう考え方です。残りの2つの仮説も重要です。1つは、ワクチンが体の中で作るスパイクタンパク質自体が細胞が持っている傷ついた DNA を自分で治す能力を邪魔してしまうんじゃないかという可能性。もう一つは、ワクチンの製造過程で本当にごく微量の DNA の断片が混入して、それが細胞の遺伝情報に何らかの影響を与えているんじゃないかという可能性です。これらはどれもまだ仮説の段階で、これからしっかり研究していく必要があるということですね。それでは、ここまでの話をまとめていきましょう。今回の解説で一番大事なポイントは何かというと、この論文が示したのは、がんとワクチンを結びつける確固たる結論ではないということです。そうじゃなくて、これはあくまで、おい、こっちに何かあるかもしれないから、もっと注意深く調べるべきじゃないかという科学的なシグナル、つまり警報のようなものなんです。そして、そのシグナルの正体を突き止めるには、まだまだパズルのピースが足りていない状態なんですね。論文では、ワクチン成分が体の中で具体的にどう広がってどう作用するのか、なんで特定の人だけが影響を受けるように見えるのか、何回も打った時の長期的な影響はどうなのかといった本当に根本的な疑問がまだ全然解明されてないと指摘しています。全体像を理解するには、これらの穴を一つ一つ埋めていく地道な研究がどうしても必要なんです。最後に、この論文の結論部分から非常に示唆に富む一文を紹介して締めくくりたいと思います。厳密な証拠がないからといって新たに見えてきたパターンを無視してはならない。これってわからないことが多いからこそ目をそらさずにオープンに議論して調査を続けるべきだという科学のすごく誠実な姿勢を表していると思うんです。今回の解説が皆さんがこの複雑な問題についてご自身で考え学び続ける何かのきっかけになればとても嬉しく思います。